皆さんこんにちは。地図旅のお時間です。世界一周ビジネスクラス旅の第5弾は韓国インチョンからスタート。今日はまずはアシアナ航空の A380 に乗って台北に向かいます。この旅で5つ目のエアラインですね。この旅は世界一周航空券をビジネスクラス発券しているので、基本的には全部ビジネスクラスなんですけど、この区間だけはエコノミーなんですよね。A380 に乗ったことがないので乗りたかったんだけど、日程的にビジネスが空いてなかった。ビジネスクラスならアシアナのプレミアムチェックインも利用できます。でも今回は昨日北京からエアチャイナに乗った時に一緒にチケットが発券されています。なのでチェックインも不要でこのまま出国するのみ。ちなみに座席は A380 の2階席です。というわけでサクッと出国したいんですが、スマートパスというのがあるので使ってみたいが、調べてみたら日本国籍の人の顔パスは25年の12月からみたいでした。というわけで通常通り出国完了。15分くらいで意外とすんなりいけちゃいましたね。まずはアシアナのラウンジで朝ごはんを食べましょう。アシアナのラウンジはあちこちにあるんですよね。ラウンジ内は朝のラッシュで混雑しています。大きなラウンジなんだけど、それでも席を探すのは一苦労。エアチャイナと比べるとアシアナのご飯は種類が少なめ。なんとも言えないチョイスになってしまった。韓国エアラインの場合は本命は機内食だからね。きっと辛いものが出るから、ここでは優しめの味のものを選びます。じゃあご飯もいただいていい時間になったのでゲートに向かいましょう。インチョンはでかい空港だけど、アシアナはゲートアサインがラウンジそばが多いので楽ですね。今日はいよいよ初めての A380 に乗ります。ロマンあふれる2階建て飛行機。今回の世界一周ルートは全ての区間を別エアラインにすることと、なるべくいろんな機種に乗ることを目的にしています。念願の A380 とご対面。せっかくならビジネスクラスが良かったですが、それはまた今度にお預け。今日はエコノミーで通路側席です。このインチョン台北路線は事情が大きいみたいで、エコノミーも全然席が空いてませんでした。アシアナの A380 は定期的に成田にも来るので、今度またビジネスクラスをトライしてみます。やっぱり A380 ともなると待ってるお客さんの数もすごいですね。もうすぐ登場になるはず。登場は3方向に分かれて行うんですね。ここはエコノミー後方席なので、こちらから角度がついて2階席に直接乗り込めるようになっています。こんな様子ですね。横から見るとまたでかさが際立ちます。総2階建てのこんな巨大な鉄の塊が飛ぶなんて不思議ですね。中はこんな感じで2階席も特に狭さを感じないですね。座席は242の配置。インチョンから台北までは3時間弱のフライト。この3日間ずっとこの辺りをぐるぐる飛んでますね。今回は窓側の席は指定で実でした。2階席は窓の横に収納ボックスみたいなのがあるんですね。安全のしおり。ちゃんと1階と2階それぞれの避難経路が書かれています。飛行機は離陸して巡航の高度に到達したところみたいです。あと1時間半くらいのフライト時間。機内食が配られました。おなじみのボックス形式で配られます。今回はビーフの方をお願いしました。あとはゼリーとデザートとお水。美味しそうだね。韓国らしくコチュジャンもついてきました。お肉も優しい味付けっぽい気がする。とりあえずそのまま食べてみました。次はこれを使ってみましょうか。韓国の機内食っぽくなってきました。やっぱりこうじゃないとね。ゼリーとデザートも食べるとなかなかお腹いっぱいになりそうな予感。ごちそうさまでした。久
しぶりにエコノミーの機内食を食べたね。随分贅沢な感想だけど、飛行機はまだまだ朝鮮半島の先あたり、あと1時間くらいですね。このフライトは Wi-Fi も使えないみたいなので、ちょっと寝ておこうかなと思います。気づいたら到着してましたが、ビジネスクラスはこんな感じだったんですね。次回こそは。さて台北に到着しましたが、今日は入国せずこのままトランジット。トランジット時間は1時間半くらい。慌てる時間じゃないけど、そこまでのんびりもできないっていうところ。トランジットの案内が見えてきました。これを右ですね。改めて荷物検査を済ませて再度出発ロビーに向かいます。次のフライトはエバ航空なので、とりあえずそのラウンジに行ってみましょう。貴賓室っていう案内に沿っていけば良さそう。そういえば桃園国際空港って LCC で来ることが多いから、あんまり航空会社ラウンジを使ったことないな。子供の遊び場もあるみたい。いきなり貴賓室の案内は消えたんだけど、開けたエリアに出ました。上の階にラウンジが集まっているみたいです。エバ航空のラウンジはいくつかグレードがあるみたいなんですよね。今回はビジネスクラスなので最上級ラウンジは使えないはずです。エバラウンジは4つくらいありますね。この後はエバ航空のビジネスクラスに乗るんですが、ひとまず今回の動画はここまで。次回はエバ航空のラウンジとビジネスクラスフライトの様子をお届けします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。